水殺鬼、韓国の水の霊、決して遭遇してはならない存在。夜の11時から深夜3時の間は霊の時間と呼ばれることがあります。韓国では昔から人々は互いに警告してきました。この時間帯には決して水辺に近づくなと。理由はとても単純です。夜になると静かな水はもはやただの水ではなくなるからです。韓国の民間伝承には水殺鬼と呼ばれる存在が登場します。このマラは水に関わる死と深く結びついた霊を図し、の死した魂である場合もあれば、生者を水中へ引きずり込み、命を奪う存在だとも言われています。伝承によれば、多くの水殺鬼は無念のまま登れて死んだ話だとされます。自分の死を受け入れられず、強い怨念と現世の執着にたがわれています。死んだ場所の近くを方向追い続け、他者を水へ引き込んで、その身代わりにすると語られています。水に近づくほどその力は強まり、予測できなくなり、水殺鬼の影響は一層危険になると言われます。そのため、経験豊富な巫女や霊媒師でさえ、水殺鬼との対峙は極力避けるとされています。韓国の興禄信仰では、水は単なる自然の一部ではなく、境界であり、死へと通じる場所であり、この世とあの世をつなぐ領域だとされています。霊はもともと強いアゲの木を帯び、水もまたアゲの性質を持つと考えられています。陰とカセナが重なると非常に強力な存在が生まれると信じられています。だからこそ水殺鬼は陸上より水中で圧倒的に危険なのです。そして人々が互いに警告する理由も同じです。特に深夜中から明け方にかけては水辺に決して近づくなと。韓国には古い言い伝えがあります。人は茶碗一杯の水でも溺れることがある。理屈ではありえないように聞こえますが、実際の緑水事故は深い場所だけで起こるものではありません。特定の場所に縛られた霊と違い、強い水殺鬼は静かな水があればどこにでも現れると言われます。水湖や湖に行った人が後日全く別の場所で水殺鬼に遭遇したという話もあります。中には水を張った浴槽で遭遇したと語る者もいます。また別の説では、水殺鬼が束縛から解放されるためには別の魂を取り込む必要があり、その過程でさらに力を増すと言われています。これらの話に共通するのは、水殺鬼は他の霊よりも死そのものに近い存在だという点です。並外れた霊力を持つ巫女や霊媒師だけがかろうじて対処できると言われ、対峙できるものは極めて限られています。唯一の対処法として語られるのが、危険な付属儀式、いわゆる魂送りの儀式です。これは癒しではありません。巫女が水へ入り、囚われた魂を救い出し、現世から離れさせ、さまよわない場所へ送り届ける儀式です。危険なのは儀式そのものではなく、対峙する水殺鬼の存在です。その力があまりにも強いため、巫女でさえ命の危険を伴います。記録に残る事例もあり、現代でもこの儀式を試みた者が水中へ引きずり込まれ戻らなかったとされています。通常、人が溺れるとうつむいたまま沈み、腐敗による気体です。異変に浮き上がります。それが一般的です。しかしごく稀に発見された溺死からだが、直立した姿勢のまま、あるいは肺葉に丸まった姿で水中に入ることがあります。その場合、水殺鬼の仕業だと囁かれるのです。このため、救助隊や遺体回収班には厳格な規則があります。溺死からだと目を合わせるな。必ず後ろから引き上げ、決して正面には立たないのです。溺水現者を見た者も、付属に詳しい者も同じ警告を残します。一つ目、酒を飲んだ後は水にいるな。二つ目、夜や雨の日に水辺近づくな。三つ目、水の中に誰かが立っているように見えたら絶対に近づくな。四つ目、髪の毛のような水草が水面に漂っている場所には気をつけろ。そして水辺にいるとき、誰かに名前を呼ばれたように感じたなら、足首や肩が急に重くなったなら、この話を思い出すべきかもしれません。水殺鬼に遭遇してしまえば、その瞬間が二度と戻れない最後になるのです。おい、俺はもう4年以上夜だりをしてるんだ。誰の霊だと？そんなもの信じてるのか？まりげた話はやめてくれよ。